霊界通信小桜姫物語浅野和三郎著59水杯。お客様が見えた時にこちらの世界で何が一番物足りないかといえば、それは食べ物のないことでございます。それも神様のお使いや大人ならばともかくも、こうした子供さんの場合にはいかにも手持ち無沙汰で甚だ当惑するのでございます。致し方がないから、あの時私はご愛想に滝の水を汲んで二人に勧めたのでした。他に何も差し上げるものとてございませぬ。どうぞこの滝のお水なりと召し上がれ。これならどんなにたんとでもございます。これは何よりのおもてなし。ひな子、そなたもごちそうになるがよいであろう。世界中で何がおいしいと申しても、結局水に越したものはござらぬ。指導役のおじいさんはそんなご愛想を言いながら教え子の少女に水を勧め、またご自分でもさもうまそうに 2,3 杯飲んでくださいました。私の長い誘拐生活中にもお客様と水杯を重ねたのは確かこの時きりのようで、思い出すと自分ながらおかしく感じられます。それはそうと、この少女の身の上は格別変わった来歴と申すほどのものでもございませぬが、その際指導役の老人から聞かされたところは多少は現世の人々のご参考にもなろうかと存じますので、あらましお伝えすることにいたしましょう。老人の物語るところによれば、この少女の名はひな子。生まれて6歳の痛い毛盛りにこちらの世界に引き移ったものだそうで、その時代は私よりもよほど遅れ、紀遊後ざっと80年くらいにしかならぬとのことでございました。父親は相当高い地位の大宮人で、名は狭間信行。母親の名は確か三代。そしてひな子は夫婦の中の一粒種の愛し子だったのでした。指導役のおじいさんは続いて書く物語るのでした。御身も知る通り、こちらの世界では心の純潔な迷いの少ない者はそのまま脇道にいらず、すぐに産砂の神のお手元に引き取られる。ことに浮世の罪に汚されていない子供は例外なしに皆そうで、そのためこの子なども紀遊後すぐにわしの手で世話することになったのじゃ。しかるに困ったことに、この子の両親はきつい仏教信者であったため、我が子が早く極楽浄土に受けるようにと、朝に晩にお経をあげてしきりに冥福を祈っているのじゃ。この子自身はすやすやと眠っているから格別差し支えもないが、この子の指導役を務めるわしにはそれが甚だ迷惑。なんとか良い工夫はないものかと頭を悩ましたことであった。無論人間には剣具、善悪、大小、公下、様々の遠さがあるので、仏教の方便もあながち悪いものでもなく、迷いの深いもの、分かりの悪いものにはしばらくこちらで極楽浄土の夢なりと見せて、仏式で修行させるのもかえって良いでもあろう。が、この子としてはそうした方便の必要は毛頭なく、もともと純潔な子供の修行には、最初から誘拐の現実に目覚めさせるに限るのじゃ。で、わしはこの子がいよいよ目を覚ますのを待ち、服装などもすぐに三国ぶりの清らかなものに改めさせ、そしてその姿で地上の両親の夢枕に立たせ、自分は神様に仕えている身であるから、仏教のお経をあげることはやめてくださるようにと、両親の耳に響かせてあったのじゃ。最初の間は二人とも半信半疑であったものの、それが3度5度と度重なるにつれて、ようやくこれではならぬと気がついて、しばらくすると現世から清らかな祝詞の声が響いてくるようになりました。いや、一人の子供を満足に仕上げるには、
なかなか並大抵の屈伸ではござらぬ。誘拐においてもやはり知識の必要はあるので、現世と同じように書物を読ませたり、また子供には子供の友達もなければならぬので、その取り持ちをしてやったり、精神統一の修行をさせたり、神様のお道を教えたり、また時々はあちこち見学にも連れ出してみたり、心から好きでなければ、とても子供の世話は務まる仕事ではござらぬが、おかげでこの子も近頃はすっかりこちらの生活に慣れ、よくわしの指図を聞いてくれるので大変に助かっております。今日なども散歩に連れ出した道すがら、図らずもあなたに巡り合い、この子のためには何よりの修行。あなたからも何とか言葉をかけてみてくだされ。そう言って指導役の老人は、あたかも孫にでも対する面持ちで、自分の教え子を膝元へ引き寄せるのでした。ひなこさん。と、私も早速口を切りました。あなたはおじいさんと二人きりで寂しくはないのですか？ちっとも寂しいことはございません。と、いかにもあっさりした返答。まあ、お偉いこと。しかし、時々はお父様やお母様にお会いしたいでしょう。いつかお会いしましたか？たった一度しか会いません。おじいさんがあまり会ってはいけないとおっしゃいますから。私そんなに会いたくもない。何を聞かれてもこの子の答えは簡単明瞭。誘拐で育った子供にはやはりどこか違ったところがあるのでした。これなら修行も案外に楽であろう。私はつくづく腹の中でそう感じたことでした。